この半年間で手に入れてよかったガジェットを全部で20個弱ご紹介していきたいと思います。早速1つ目はこちら、デスクシェルフです。昨年デスクを導入したプレダクツのもの。いきなりですが、この上半期の1位はこれかなと思っています。シェルフがある前にはデスクの前側にいろんなアイテムを置いていたんですが、ごちゃっとした印象が拭えませんでした。また基本的に物をしまうのは天板の裏。整然とはしているんですが、逆にアクセス性が悪くなっています。このプレダクツのダッシュボードを導入したことによって、ディスプレイしておきたいアイテムについて意図的に飾っている印象を作ることができています。作業スペースの整然とした印象を保つことにもつながっていますね。そしてプレダクツといえば、この裏のモジュールシステム、シェルフにもレールを配備しているので、ここを用いて様々なモジュールを設置可能です。このダッシュボードの場合、すぐに手に取れる位置にアイテムを設置することができます。実際僕は現在ガジェットホルダーを設置しています。USB-C ハブでの SD カードの読み込みや電源ボタンへのアクセス性が上がりました。また純粋にデスクが2階建てになるので、見た目が立体的になり、少しデスク全体がリッチな印象になります。僕の使っているモニターの場合、このスタンド部分が隠れて、まるでモニターが浮いているかのような印象を作り出すことにも成功しました。現状モジュールとして付けているのはこのガジェットホルダーのみなので、直近いろいろと増やしてまたデスクツアーとしてご紹介できればと思います。その他に置いているのは、先ほど紹介したようなインテリアアイテムや充電器、スピーカーなど、物は多いんですが、ごちゃっとした印象は回避できているかなと思います。ただどうしてもシェルフを設置すると、このケーブルが裏側に露出してしまうので、アイランド型でデスクを配置したい場合には、このケーブル整理が悩ましいところです。自分も時間をかけていろいろと試行錯誤したいなと思っています。そんなダッシュボードにモジュールではないんですが、付けているのがこの充電ユニット。充電周りをスマートにするべく、これまでいろいろな工夫をしてきましたが、やはりモノグラフ堀口さんの充電ユニットが現状の据え置き型の充電システムにおける最適解だと判断しました。使うのはこの巻き取り型のケーブル3つ、CIO の3つ口充電器、そしてこのケーブル格納ユニット、通称ケルベロス。このユニットは 3D プリンターによる出力なので購入が必要ではあるんですが、最近は3万円台からでももう購入ができるので、ぜひ面倒がらずに検討してみてほしいなと思います。今流行りのこの巻き取り型によってケーブルが垂れるというケースを完全になくすことができました。またケーブル3本を1つの充電器に接続することによって、コンパクトにかつ常時最適な出力でデバイスに電力を供給できます。使うときは引っ張り出すだけ、3本のケーブルがあり同時に充電可能、合計 65W、 小型ガジェットを中心に充電するのであれば十分ですね。この充電ユニットをデスク天板ではなくシェルフに装填することによって、充電中のデバイスの置き場所にも困りません。ただ引っ張り出す時には若干本体ごとスライドしてしまうのは一つネック。これはおそらくシェルフに装着しているので、力のかかり方という観点で仕方ないのかなと思っています。現状このダッシュボードにはテープで装着している状態なので、今後これをモジュール化することも含め、ゆくゆくは自力でデータを編集していきたいなと思っています。そしてもう一つ、このダッシュボードと並行して導入したオレンジのコイル型のケーブルです。このダッシュボードにつけている USB-C ハブ、これにデバイスを接続したいとき、その都度ケーブルを用意してくるのが結構面倒でした。とはいえケーブルを差しっぱなしにすると、また先ほど話したようなすっきり見えないという問題が発生するんですね。ということで目をつけたのが、以前使っていたコイル型のケーブル。これの見た目をもう少し気に入ったものに変えることで、アクセス性と整理整頓を両立できるのではないかと考えました。このコイル型のケーブルはハブの後ろにつけっぱなしにしつつ、マジックテープでシェルフの裏面に固定しています。これによって常にデバイスに接続できるケーブルというのを用意しておいて、差しっぱなしにしても散らかって見えないように工夫できました。ケーブルはかなり発色のいいオレンジが特徴。このカラーリングによってケーブルの露出そのものが雑然とした印象に直結しないように心がけてあります。使うシーンで言うと、例えば Mac と iPhone を接続したいとき、またマイクを別で接続したいとき、ヘッドホンを有線で接続したいときなどなど、機械として多くはないんですが、でも使いたいときが必ずある、そういった方にこのセットアップは非常に便利です。続いてはトラックボール周り。僕の愛用するロジクール M575SP、 これをより使いやすく見た目を良くするために導入した2つのアイテムをご紹介します。これまで僕が愛用していたのは同じくロジクールの上位機種 MX エルゴ。
ただ正直言って見た目が全く気に入らなかったんですよね。なんだこの中途半端なグレーはという感じ。使うパソコンが1台になりマルチポイントが不要になったため、下位機種の M575SP に移行しました。トラックボールは全く同じサイズの別のものを導入。シルバーによって見た目がかなりスッキリするようになりました。使い心地は全く変わりません。また傾斜の角度についてはバンブーラボのメーカーワールドで公開されているこの M575 専用の傾斜スタンドのデータ、これをまたもや 3D プリンターでプリントして大きく角度をつけられるようになりました。それぞれ交換セッティングはとても簡単です。ボールは付け替えるだけですし、傾斜スタンドも裏の電池スポットを開けてこの凹凸部を刺すだけ、ぴったりはまるので気持ちいいですね。 3D プリントを白で行ったことによってカラーの統一感もバッチリです。ただこの傾斜スタンドの裏面に滑り止めはありません。そこで市販のもので対策します。僕が使っているのは無印良品のハンガー用の滑り止め。これを裏面に貼ることで使用していて滑ることが全くなくなりましたし、何より厚みがないので使い心地にほとんど影響がないというのもポイントです。このようにして M575 をより使いやすく、デスク環境をよりスッキリさせることができました。続いてはマグセーフに対応した着脱可能なスマホスタンドです。実は全く同じスマホスタンドは昨年秋にすでに購入済みです。ただネジが少しずつ緩んでスタンドとして機能しなくなってきたので、心機一転別カラーを購入しました。見た目はこれもまたスマホにぴったり合うんですよね。ホワイトのスマホでもいいですし、よく自分が使うノマドのレザーバッグをつけたブラックの上でもかなり映えるような色味になっています。スタンドとしての機能性は各所で紹介している通りですが、縦でも横でも使うことができ、不要な時はスタンドを外して身軽に振る舞えます。シリコン製のループは着脱を楽にするだけではなく、使用時にスマホリングのような使い方をして手から滑り落ちないようにすることもできます。正直このシルバーの部分が若干安っぽいのは、ネックといえばネックなんですが、それでも機能性で十分に満足しているアイテムです。そしてスマホの高さをさらに上げるスタンドをあと2つご紹介します。レオフォトの PS5、 そしてマジェックスタンド S です。このマジェックスタンド S はメーカーから提供していただいたものになります。先ほどのトラスのオムニリングでも機能性は十分高いんですが、特に家の中ではもっと高くに固定したいというケースが多いんですよね。例えばデスクでの作業中にサブディスプレイ的にスマホを使いたいとき、また洗い物をしているときなど、立って少し低めの台にスマホを乗せるといったシーンなどなどですね。こういったところに対応するより高く固定できるスタンド、この2つのスタンドはそれぞれ長所が異なります。レオフォトのものはその安定感と自由度が肝。高さ、角度を自由に調節できるにもかかわらず、がっしりとした堅牢な作りで基本的に揺れなどに強いです。iPad mini をつけた場合でも全く問題なく安定感高く使用することができます。一方で常にスマホの裏面につけておくにはあまりにも厚く重いです。カメラ部分にも被るので、そもそもそうやってつけておくものではないかもしれないですね。その点マジックスタンドは薄さ、軽さゆえに常にスマホにつけておけるアイテムです。外出先でもスマホを高い位置で固定したいという人にはかなり魅力的だと思います。ただどうしてもその構造などからキーボードを叩く衝撃で若干揺れるほか、iPhone にケースをつけたり iPad mini を固定したりなどちょっと重いデバイスになると、角度の固定に若干難しさが出てきます。ぜひ使いたいシーンや使い方などで選んでみてください。マジックスタンド S に関しては現状幕開けでクラウドファンディング中です。続いては充電系統。モバイルバッテリーをたった一つ選ぶならとなると、まさにこれになるだろうというアイテムを購入しました。 CIO のモバイルバッテリーなんですが、このメーカーはやっぱりそういうのが欲しかったというのを実現する、要はニーズを汲み取るのがうまいですね。荷物の数を減らすという観点で充電器、ケーブル、モバイルバッテリーをできるだけ一つにしたいと考えていた結果、この製品に行き着きました。モバイルバッテリーとしては 8000mAh の容量、スマホはもちろんのこと PC やタブレットを持ち運ぶ人にも十分な容量だと思います。そしてくっついている短いケーブル、これによってケーブル不要でデバイスを充電することができます。30W 出力まで可能なので、これもまた PC やタブレットにも向いていますね。またケーブルを外すと USB-C アダプタがもう一つ、別でケーブルを挿せば2台同時に充電することも可能です。
そして極めつきはこのプラグ。これがついているので、直接このバッテリーをコンセントに挿して充電器として使用することも可能です。まさに充電周りを全てオールインワンで解決してくれるアイテムなんですね。そしてもう一つ、また別の観点でモバイルバッテリーを購入しました。先ほどの CIO の製品はどんな場合でもこれさえあれば安心という保険としてかなり強力なものでした。とはいえ日常的に充電ってそこまで必要になるわけではないんですよね。そこで紹介するのがこちらのマテックのアイテム。何よりの特徴はこの薄さ、わずか 6.9mm。 これはほぼ USB-C のアダプタ用の厚みと言ってもいいかもしれません。持ち歩きやすさという観点で実は大きさよりも厚さの方が使用感に関わってくるんです。この薄さならポーチの中に忍ばせておくにも存在感が薄いです。また基本的にはマグセーフによるワイヤレス充電がデフォルト。充電しながらスマホを持ち歩くような場合でも手の中に収めてストレスがありません。マグセーフなら最大 15W、 有線接続なら 20W で給電が可能です。とはいえ先ほどの CIO の方が万能であることは間違いありません。 PC とともに使うなら CIO の方がいいですし、スマホ以外にも使うなら過去にも紹介してきたアンカーの USB-C アダプタがついているものもおすすめです。結局は使い方次第ですね。ぜひ好みのものを選んでみてください。そしてもう一つモバイルバッテリーを紹介させてください。これまた別のケース。出先で Apple Watch を充電したいという課題を解決するためのアイテムです。僕は昨年から Apple Watch をつけ始めたんですが、数日間の旅行においてはこれを充電する手段を持っていないことにようやく気づきました。ということで Apple Watch も充電しつつ、これ1台で旅行を賄えるものというのを探していました。そこで買ったのがこの旅行用のバッテリーだったんです。Apple Watch 用の充電ユニットを搭載していて、これがスタンド型なのでどんなバンドをつけていても問題なく装着可能です。充電スピードは最大 5W ですが、その辺は仕方ないかなというところ。容量は 10,000mAh。 これもまた CIO と同じようにケーブルが内蔵されているので、モバイルバッテリーとして街中を歩く際にもこのバッテリーとスマホだけ持ち歩いていれば OK。 非常に使いやすくなっています。この USB-C ポートも別であるので CIO と同じく2台同時の充電も可能。 Apple Watch を含めれば3台までいけますね。とはいえ充電器としての機能は有していません。なので日常的に持ち歩くとなるとどうしても CIO の方が便利かなというふうには思いますが、この Apple Watch の旅行先で充電どうしよう問題、これをこのバッテリーではなく画期的な方法で解決したのがこちらの Apple Watch のバンドなんです。自分はメーカーさんの方からご提供いただいた形になります。このバンド、一見普通のシリコン系のバンドかなと思いきや、バンド内に充電ユニット、そしてバンドの先端には USB-C ポートを装備しています。これを使って充電が必要になった際には折りたたんでユニットとウォッチの背面をくっつけた後、ここに USB-C ケーブルを挿して充電できるという、まさにその手があったかという製品なんです。Apple Watch 専用の充電器を持ち歩く必要がなくなります。本当に旅行では便利ですね。ただ、はっきり言ってこの充電のためのバンドと言ってもいいので、使いにくさは若干あります。一つはバンド部分が普通のものよりも太めであること。僕は今つけているのが Apple Watch Ultra という大きなサイズなので、違和感はないんですが、小型の Apple Watch だと結構バンドの主張が強くなるかもしれません。またシリコンバンドのみなのでファッションのテイストにも若干影響します。とはいえ旅行用と割り切れば使いやすいかなとも思います。なお現在はクラウドファンディングを終えたところなので一般販売はもう少し先になりそうです。続いてはケーブル関連。自宅のケーブルの露出を最小限かつミニマルにするためのアイテムです。これまでも導入してきたアイテムですが、新たに数を増やしました。まず大前提となるのが、ケーブルは生活感を生み出すという事実です。すっきりした家を生み出すなら、細部としてこのケーブルを隠したり露出方法を工夫することが大事です。購入したのは耐性 DC の変素スリーブ。メッシュ素材でチューブ状になっているのが特徴です。僕がこれを使う一つ目のケースはテレビ用のケーブル。これらが若干僕の家では離れているので、電源供給用のケーブルとともに2本分のケーブルが長いことを露出することになります。これはまさに見た目があまりよろしくないパターンですよね。
この2つのケーブルをまとめつつ隠すことでより生活感を低減できます。その他作業用デスクから伸びるケーブルにもこのスリーブをつけています。このデスクから飛び出るケーブルはわずか1本ではあるんですが、このケーブルを露出させておくと細くてふにゃふにゃした印象から、若干貧相に見えるんですよね。これをカバーするだけで少々見た目が良くなります。なお白ではなくグレーのケーブルスリーブを使っているのは、白だとどうしても見た目が安っぽくなりがちだから。白って結構難しい色味なんです。持ち物に関してもこのケーブルの見た目をどうにかしたいというふうに考えていました。まず太いです。これによってインダストリアルな印象が増しているように思います。でも見た目だけですね。また接続部分の金属はかなりいかつめに作られています。これも工業っぽさ、機械っぽさを強める理由ではありますが、でも見た目だけですね。そしてシリコン製なのでケーブルを収納していても折りじわなどがつかず、貧相な印象を免れてくれます。つまり見た目だけということですね。一応このケーブルを介したデータ転送とか充電も可能なんですが、性能としては普通ですね。まさに見た目だけってことかなと思います。外出先における充電やヘッドホンの有線接続など使い方はいろいろです。そのどれもが自分の中では割と格好がつく感じがあります。もしこだわりがなければアンカーとか CIO とかでいわゆる普通のシリコン製のケーブルを選んだ方が賢明だと思います。続いてはカメラストラップ。オブジェクツ IO のエッセンシャルカメラストラップはシンプルだからこそ美しさと使い心地にものすごくこだわられています。 ZF が本当に重いので旅行などでもう少しクッション性が十分あるストラップを使用したかったんです。大抵の場合厚くするとクッション性と引き換えにやぼったく、薄くすると見た目と引き換えに長時間の使用には耐えられなくなりがちです。その点非常にちょうど良いバランスなのがこのストラップで、カメラを支える十分なクッション性を保ちつつ見た目はシンプルに華奢さ、しなやかさにつながっているように思います。個人的には結んで少し短く手に持つ時のフォルムも楽しくて好きです。汎用性が高く主張としても程よいホワイトにしました。ちなみに先端にはドリップのフレックストップを装着、ストラップの着脱を容易にして不要な時は外せるようにしています。動画撮影が多いとこのストラップ邪魔な時は本当に邪魔になってしまうことが多いので、それがなくなるのは本当にありがたいですね。そしてそんな ZF、 僕の愛用機種なんですが、これをよりニッチな方向で体験を良くしようというふうに、ニコンが用意しているアイテムがあります。それがソフトシャッターレリーズです。今回のアイテムはもともと市川渚さんが紹介していたツイートで購入しました。ニコン ZF、 僕の使っているカメラの大きな特徴としてシャッター感の良さがあります。写真撮影をする時のこのカシャッという小気味いいクリック音と感触、このカメラのかなり一番に近いほど気に入っているポイントです。もともと穴が開いているようなこの ZF のシャッター部分、ここにネジのような形で差し込みつつリング状のゴムを間に挟んでいます。これによって本当にシャッターの押し心地や押している感が良くなりました。正直 ZF を使っている人にしか関係ない話かもしれませんが、逆に持っている人はぜひぜひ検討してみてほしいなと思います。続いては動画素材を保存するためのアイテム。システムとして今後使っていきたいなと思っているのが直近でも紹介したポータブル NAS です。ユニファイドライブさんにご提供いただいた UT2 というモデルを使っています。僕は過去に自分が作った動画を全て保存していたんですが、ある日それを全て入れていた HDD が動かなくなりデータを取り出せなくなりました。NAS でも導入するかというふうに思っていたんですが、より自分にフィットするかもしれないというこのポータブル NAS についてお声掛けをいただきました。語りどころはかなり多いので、ぜひこの UT2 に関しては単体でのレビュー動画を見てほしいところですが、概要だけ述べると最大 16TB まで SSD を装填可能、そして単体で通信が可能で Wi-Fi やモバイル通信不要でアップロード・ダウンロードが可能です。もちろん月額課金等はないので買い切りの自家製クラウドとして運用が可能になっています。実際自分は動画ファイルはもちろん、これまで Google ドライブに主に入れていたような各種ファイルもここに入れて管理するようになりました。念のためバックアップしとくくらいの用途だと、どうしても月額で課金されていることに若干損した気持ちになるんですよね。この点全て自分の手の中で管理できるようになったのは本当にありがたいです。旅行をはじめアクティブなシーンで大容量のデータを扱うことが多い人には特におすすめです。
そして最後はこちら、ガジェットと言えるかわからないんですが、この腹筋ローラー、最近僕自身ウェルネス領域にも若干興味が湧いていて、平日は毎朝ボクササイズに行き始めたり、自転車移動がメインになったり、プロテインを飲み始めたり、そんな中で自宅用の筋トレアイテムとして導入したのがこの二輪の腹筋ローラーなんです。使い方も何もないですね。本当にこのまま使うだけです。二輪構成かつタイヤはローラー型なので、通常の腹筋ローラーよりもかなり安定感が高くバランスが保たれます。これによってよりお腹周りに自分の意識を集中できるんですね。一応先端にはスマホホルダーなどもついていて動画も見られるようになっているんですが、個人的には動画なんて見てないで、もうさっさとこのトレーニングを終わらせた方がいいと思っています。でちなみにこのローラーによって床が汚れた、削れたみたいなことは今のところありません。普段はこんな感じでデスク脇にかけておいています。インテリアとして成立しているのかわからないですが、そのためのせめてものオレンジです。ということで以上がこの2025年の上半期で手に入れて良かったものでした。すべて皆さんにおすすめできるアイテムなので、ぜひ気になったアイテムがあれば下の概要欄からチェックしてみてください。ということでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。